おはようございます。たかしです。本日は7月20日水曜日、ただいま7時46分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は陽線となっております。ただ、まだ月曜日の日足の上髭を実体で上抜けられていませんので、本日そこを抜けられるかどうかというところですね。現在はここ三角持ち合いの上限に張り付いておりますので、このまま上抜けそうな雰囲気に見えます。今のところずっと陽線連続で上昇してきてますので、このまま上抜けそうな雰囲気にも見えますけれども、上抜けた場合の一旦のターゲットはこの辺ですね。167.7 付近。そしてそこを抜けてくるとさらに上。ここが最高値の 168.729。この辺付近を目指してくるのかなと考えられます。今はこの白のボックスの中、そしてその中で三角持ち合いを描いているというところで、その三角持ち合いを抜けられるかどうかというところですが、今ここからもし抜けられなければ次は三角持ち合いの下限を目指して下落する可能性がありますので、その辺は注意が必要です。インジケーターストキャスティクスは高値圏に来てます。前回の高値、こことかこことかを見てますと、ここからデッドクロスしてくるようですと、比較的大きめの下落になる可能性があります。ただ GMMA は今上向きで上昇トレンド中というところで、今は基本的には上目線なんですけれども、そろそろ、上値が怪しいのかなという感じにも見えます。マクディはゴールデンクロスしてきて強くなってきている途中ですので、下げてもまだ再び上昇してくるというところで、この三角持ち合い上限に張り付く、この辺でレンジを作るとか、アセンディングトライアングルを作るみたいな動きをすれば、そこからの上抜けに期待したいんですけれども、今ここからこのまま一辺倒で上げていくかどうかっていうところがちょっと難しいんじゃないのかなと考えてはいます。では4時間足です。もう今にも上抜けそうな感じですね。ここが三角持ち合いの上限です。で、ここ、ちょっとわかりにくいんですが、ちょうどこの上限タッチのところ、この上髭ですね。ここが月曜日の高値で、166.1 ぐらいでしょうか。その辺を今目指しているところですね。そこを、明確に上抜けてくると、一旦はここですね。166.9 ぐらい。ここが、この直近の戻り高値ですね。で、その次がここ、そしてここという風に段階的に上がっていくとは思うんですが、今は一旦ここ、月曜日の高値を超えられるかどうかっていうところです。今一旦なんですが、ここに N 波動を描いているんですね。で、ここからここ、この長さと当倍の長さがちょうどね月曜日の高値なんですよ。ですので N 値としては一旦完了してますので、一旦の深めの押しをつけてからの上昇になってくれると分かりやすいんですが、今のところ非常に浅い押しで上昇してますので、それは上昇の勢いが強いとも取れるんですけれども、このままずっと上げていくのかなっていうところは少し懐疑的ですね。ストキャスティクスは今高値圏に差し掛かってます。もう少し上昇余地がありますので、一旦は上抜けてくる可能性もありますが、三角持ち合いの場合は上抜けてしっかり戻しを待って下げ止まりを待ってからのエントリーをしないと騙しで戻されるということもありますので、その辺は注意ですね。もしかすると一旦この緑の点線167円ぐらいを目指して上昇して、そのまま急落っていうことも考えられますので、そこは注意が必要です。ストキャスティクスは過去のデッドクロスを見てますと、さほどは下げていないんですが、値幅としては比較的下げますので、このくらいですよね。ここもこのくらい下げてますので、一旦ここ、今ちょうどダブルトップのような形になってるんですよ。で、若干ですが、現時点では安値を切り下げてます。月曜日の安値から昨日の安値という風に少し切り下げてますので、ここでダブルトップ完成になった場合は、このダブルトップのネックラインぐらいですね、164.7 付近、この辺までの下落を考えておきたいところですね。ここっていうのが過去のこの高値付近、この辺ですよね。なので、ここ、もしくはこのフィボナッチリトレースメントの 38.2% の164円のミドルぐらい、この辺ぐらいの下落をしてきてくれると、そこからの上昇を取っていきやすいと思うんですが、今のところ結構浅めの押しで上がっているので、個人的にはやりにくいなという印象です。ただこの黄色のボックス上抜けでそこでサポートされたとも取れますので、今はこの黄色のボックス上限とこの水色の三角持ち合いの上限で、ここで挟まれるレンジになるのか、それともこのまま今、上昇してきてますけれども、このまま上抜けていくのかというところですね。ただ浅い押しでついていくのはちょっと危険かなと思います。そろそろ深めの押しをつけそうな感じもしますので、まだここから上昇してこの緑のラインぐらいまでは上がる余地はあるんですけれども、ここからこのまま上昇についていくのは危険だと感じます。
では一時監視です。一時監視、ここにエリオット波動をイメージしていたんですね。このエリオット波動完成からの修正波が A、B、C という感じをイメージしてて、この平行チャンネルの加減ぐらいまでの押しをつけてほしいなと思ってたんですが、昨日は全然そこまでの押しをつけることもなく上昇してきてます。もしかしたらここで A、B、C で修正波が終わっている可能性もあります。インジケーターはちょっとよくわからない方向感のない感じをしてますね。なので今はここ、月曜日のこの高値を超えられるかどうかっていうところですので、まずはそこを目指して上昇。そしてそこを明確に上抜けてくると次はそこからの押し目買いというふうには考えます。ただ平行チャンネルの上限も近いですので、その辺は注意が必要です。今はここ、高値圏で揉み合いになってますよね。昨日の夜中からなので、ここであまり値動きが出なかったということもありますが、高値圏に張り付いているというふうにも取れますので、このまま上抜けしそうにも見えます。ちょっと今そこは微妙だなとは考えているので、ここからの下落っていうことも考慮してエントリーしていく必要があるのかなと。今は一旦 A、B、C が終わって、そこからまたN 波動を描いて上昇中っていうところで、この当倍ぐらいのターゲットは達成してますので、ここから上げてきても一旦月曜日の高値で反落するっていうことも考えられますので、一旦深めの押しを待ちたいところなんですが、押してきてもこの辺かな 164.7 ぐらい、ここが先ほど言ってました、ダブルトップのネックラインの部分になりますので、この辺までの押しを考えておきたい。この辺まで下がってくれば次押し目買いの検討をしたいところなんですけれども、今ここからブレイク狙いのロングは危険だとは感じてます。で、ここ少しですが高値を切り下げてますので、本日そこがどうなるか、上髭で騙しになって下落するのか、それとも実体に残ってくるとそこからの押し目買いを狙っていけると思います。今はちょっとそこの、分岐点にいるのかなと思いますので、一旦は月曜日の高値を目安にトレードしていく。そこを超えてくるか超えてこないかで、本日の方向性が決まるのかなとは見ております。もしかしたらここでのアセンディングトライアングルみたいな形を作るのか、ここでのレンジになるのか、それとも上抜けての押し目買いになるのか、ダブルトップでの下落になるのか、っていう、そんなイメージですね。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。